じゃあ早速よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうします？悩みっていうのは、まず表面絶壁、全面絶壁、そうだからこう横から見たら薄いんですよ、すごくね。でおでこもここが出てないんでまっすぐじゃないですか。だからもう両方絶壁で薄いんで、極力今まではずっとレイヤーはレイヤーなんですけど、その時代によってそのレイヤーの角度は若干変わりつつも、でもう大体ほとんど前髪が多分これぐらいにしてもらって、いいかもしれない。それでパーマかけて、でここすごい薄いんですよ、ほら。もうこれ30代ぐらいの時から薄くなり始めちゃってて、とにかくこのボリューム持たせる感じにするんで、これぐらいで切ってパーマかけて、で大体やっても部分パーマでレイヤーでやってるっていうのが常だったんですね。で今は正直この間も書いたように10年間美容院行ってない。おお、なるほど。セルフカラーとセルフカット。そう、全部。セルフカットでこのレイヤー入ってるのすごくないですか？すごいでしょ？プロですから。めちゃめちゃすごくないですか？それでもなんかもう今回疲れ切っちゃって、それでいつもだいたい年に2回ぐらいずつ切ってて、もうそろそろ切る時期でハサミを買おうかなと思ってるところだったんですよ。すごい。それで多分今どこまで後ろあるのかな？後ろ結構長いです。今長いですよね。で大体長くても切って肩甲骨の、上から下までの大体どっかそこら辺ぐらいで、肩甲骨よりも上っていうことはまずしたことはないんです。で年齢的に本当はもうショートにしなくちゃいけないのかなとは思うんだけど、やっぱりまだちょっとあれなんで、長さはそこそこ肩甲骨ぐらいで、レイヤーしか似合わないと思ってるんで。レイヤーいいと思います。よく切りましたね。もっと見て。これ愛能してたらもっとびっちり見えてたんだけど、まあね、すごいですね。そう、でももっといけます。はい、やっぱちょっと低いですね、レイヤー自体が。そう、低くなっちゃって、それで後ろは今ねほとんど染めてないかな。そうですね。後ろの内側がもう全然正直どこに白髪があるかわかんないんです、自分でね。後ろだから。でも結構綺麗に染まってますよ。ですか？このレイヤーは元美容師さんですか？まさか違います。もう YouTube 先生ですよ。もう全てが。はい。なるほどなるほど。いい感じです。じゃあ綺麗にしましょう。もうお願いします。顔を上げて前向いてカッポしたいです。胸張って。胸張って。今ちょっとできないんで。はい。了解です。じゃあちょっと一回後ろお願いします。ちょっとまずはセルフカラーということでここしっかり染めましょう。でトップが黒いというか多分ここはしっかり染まっちゃってるんで、できる限りこっち合わせでいきたいかなと思います。でここはしっかり染めて、やっぱりちょっと細かいうねりのある感じと、あと張り腰っていうのを出していきたいんで、ちょっとしっかりめにいきましょう。ご自身でレイヤー切ったとは思えない綺麗なレイヤーですね。なんでただちょっと低いんで少しもっと上げていろいろ動き出るようにしましょうか。それでいきましょう。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ準備します。はい。はい、じゃあ薬剤いきます。今日はまずはムラを直したいんで、まず一番濃いところに設定していきます。もう結構4レベルぐらいのブラックになってるんで、ただちょっと透明感出したいんでグリーンを入れます。で今回クリア 2GB グリーンで1対1対 20% でいきます。そうすることによって白髪染め感を出さないグレーで染める感じですね。白髪染め感を出さずに透明感を出しつつ、ちょっとムラを消したいと思います。根元と毛先同じ薬剤で 6% と 3% で分けてます。で根元のすり天才等で頭皮保護しつつ、根元も毛先もちょっと今回は張り腰出したいのでインフォームいきます。インフォームを根元3プッシュ、毛先も3プッシュいきます。で日頃のシャンプーでこのインフォームを混ぜていただいて、できればどんどん張り腰を出していただくといいかなと思います。でちなみに根元毛先 GLT10% と 30g 入れてて、さらに張り腰ケラフェクトですね、マレインさんの、プレックス入れてます。毛先ちょっとしっとりさせるためにハウタムですね。さあ行きましょう。いやなんか最近ね、いいシャンプー見つけたんですよ。でそこにたどり着くまでって結構大変で、商品名言っていいのかな、いいんですか？ノットシャンプーっていうのをやらせみたい。やらせ台本ありがとうございます。
ちょっと何が始まるのか。いやまだ話はあるんですよ。お願いします。お願いします。いやでもなんかね、とにかく今までも一応美容室で使ってるシャンプーっていうのを使ってたんですけど、どうしてもやっぱり洗い流してる間にもうたわし状態になっちゃって、髪の毛ブチブチ切れるんですよね。こうほどこうとするから、それがね今回このシャンプーに変えて、ほとんどそれが2回目でなくなった。本当に2回目。ありがたいけど言えば言うほどちょっとやらせっぽくなる。いいです。これやらせだから。あ、嘘。いやでもね、今までいろいろ YouTube 拝見してて、いや本当やらせ臭いよなとかって思って見るじゃないですか、こっち。でも使ってみて初めて、あ、本物なんだなって。ありがとうございます。いやすごい本当にすごいなと思って。頑張りました。でもね、もうなんかずっと僕も20年やってるんですけど、やっててやっぱフォームケアがしっかりしてないと、僕らがどんなに頑張ってもやっぱ髪って良くなくなるし。そうですよね。そうなんでそこの重要性っていうのは伝えたいんだけど、でもやっぱりすごいいいシャンプーものすごい高いんですよ。でこれでも毎日使うんだったらちょっと違うなと思って、だからもう本当に卸価格で皆さんに販売してるような感じだと思います。あれ普通ありえない。頑張りました。でもう全部自分、容器も自分で調達しに行ってとか、もう本当にデザインも自分でしてみたいな感じでやってる。ごめんなさい、レフィルで買っちゃった。あ、全然大丈夫です。レフィルのがお得ですし。でも本当にこれ使っていつもだからこんな頭なんで、もう普通にアイロンも効かないし、くるくるなんかやってもダメだし、今日はもう本当のお出かけだぞっていう時はスプレーガシガシやって風吹いたら下敷きがピローンといくぐらいの、もうがっつり何があっても崩れないぐらいスプレーで固めていかないともうすぐ取れちゃうぐらいだったんで、もう本当にここ数年生まれて初めて結んで外出するかなっていう感じでバナナクリップを使ってたんですよ。それでちょっと LINE にも書かせていただいたんですけど、このシャンプー使って本当にもうやだ5分持たない、ツルツル滑ってクリップがこんなことあるのっていうぐらい。これキューティクルの問題ですか？やっぱりキューティクルというか、そうですね、キューティクルをきれいに整えるプラスやっぱ髪の内部成分ですよね。結局髪がだいたい傷んできたりとか弱ってきたりすると、髪の中が穴が開いてスカスカしてる状態、そこにしっかりと入り込んでくれる。で入り込むことによってちゃんと表面が張りが出る。そうするとクリップをすり抜けるというか。なるほどね。結局なんか穴が開いてるボコボコのスポンジ状態だとクリップ掴みやすいじゃないですか。そういうことですよね。そこをねなってくれる。だからなんだ。プラスさっきちょっと後ろで言ったんですけど、なんかインフォームっていう結合強化剤があるんですよ。いろんな髪の毛っていろんな結合があって、それを一回切ってロット巻いてパーマかけてですね、それで固定したりとかいろいろするんですけど、その結合を毎日のシャンプーで補給できるように、インフォームって泡があるんですけど、そういうシャンプーに2プッシュぐらい混ぜて毎日洗うとめちゃめちゃ髪強くなります。どこで買えるんですか？うちのショップで売ってます。ああ、そうなんだ。もう今日大変。大変。またメモって帰んなきゃ。また間違えてね、キャンセルばっかできないから。あ、そっか。やっぱりね、こう触ってこうガサガサっていうのは嫌ですよね。やっぱり気が重いです、本当に。しかもうちのノットのシャンプーって熱耐久性が増えるんですよ。だからアイロンとかつきやすくなるし、さらにアイロンで傷みにくい。あ、なるほどね。なので結構おすすめっていうか、使っていただいてる髪の毛長い人がこうピッと持って髪の毛ピロッと倒れるじゃないですか。ピロって。もう私まっすぐ上立ってますから、いつも悲しいですよね。ポニーテールしてもなびかない？しっかり。もう髪の毛が一つの束。なるほど。もう本当にとにかくだからそういうんでも外出って遠のいちゃいますよね。そうなんですよ。髪の毛決まんないとなんか外での億劫になりません？そうだから顔はね、それこそ変な言い方色付きのサングラスして今だからマスクしちゃえばなんとでもなんですよ。芸能人みたいな。そうもうなんとでもなんですよ。もうオーラも消せるし。だけど髪の毛だけはね、いや絶対に無理。そうですね。いや本当そこですよ。もう本当に泣きたくなりますよこれ。泣いてました。本当泣いてました。もう決まらない日は。で2年前かな、ホームパーマもしたんですよ。ホームパーマ。もういよいよ持って、これはホームパーマまではもう手出
出さないと、もう髪の毛をもう全然ボリューム、出ないししたらもう余計ひどくなっちゃってまた涙ですよね。ホームパーマはなかなか難しいんじゃないですか。いやもう今ちょっとバツイチなんですけど、昔旦那がやっぱりこのなんていうの、それこそ7ミリぐらいのロットをもう全部かけてっていう感じのパーマやる人で、それもやらされてたんですよ。すごい器用なんですね。そう器用なんです。器用なんです。でも浅いんです。だから深くは追求できないんだけど。深くなったら僕らいる意味なくなっちゃうね。だから見た目のモノマネっていうのは結構できるタイプなんで、だからもうこういう時でも一生懸命拝見させていただいて、もうカットはもう一生懸命習得して帰ろうっていう気満々なんですけど。じゃあ今日ぜひ。もうぜひ。でもしたら次来れなくなっちゃうから。いやちなみにあれですよ、動画が出たらもう切り方全部わかる。後ろからも見れるし。そうだけどあれ自分でやると後ろのって前の方に持って目が寄っちゃって。そうですよね。結局ね、一番後ろの真ん中ってできないんですよね。目が追っつかなくなっちゃって。そうなんですよね。それで変なんです、老眼鏡。かけながらじゃないとこう前持ってきてここら辺は切れないんでいや非常に難しいんです、セルフって。いやすごいですね。でも頑張りました。頑張って、いや上手でした。本当に？いやここすごい上手。レイヤーの左右揃ってましたよ。もう必死ですもん。全国の美容師さんのもしかしたら勝ってる人がいるかもしれない。本当に？ここら辺の人には勝ってるみたいなのあるかもしれない。ちょっと今からでも遅くなくない？もしかして勉強しちゃおうかな私。全然いけちゃう。ね、で今まではほら生首みたいなのに毛がついてるやつでね、結構 YouTube 先生出てて、それを見てやってて、で今回またそろそろ切らなくちゃと思って、で長門さんを初めて知ったんですよ今回。そうなんですね。そうそれですごくこれやりたいあれやりたいっていうカットで、前髪こっち流す時はこっち持ってきて、こうなのね、我慢なんだっていうのをすごくやりたくてうずうずしてて、僕がよくやる我慢。そうもうやってみたくてそれでいいハサミ買おうと思って Amazon の買い物カゴに入れてるところまで行ってたんです今回。そういいハサミ買わなきゃと思って、そこまで行ってたんですよ今回。で予約はもう絶対取れないんだろうなと思って、そうで1回目ほら LINE でお返事来なかったんで、ダメだなと思って本当にポチる寸前、ハサミはそう寸前でちょっとラッキーかもしれない私と思って、ちょっといい感じします。頑張って本当にでできれば次またこちらに伺って、その黒染めもね自分でやると傷んでいくのも分かっちゃったんで、長門さんだったらいい色で、どんどんこう自分に合ったものをやっていただけるんだなっていうのはもう YouTube でもあれなんで頑張って予約の時の LINE 戦争、すいません LINE 戦争頑張んなきゃなと思って今回は。じゃあ今日も本当にしっかり綺麗にやる。本当にもう楽しみでスキップして帰るぞ。熱くないですか？全然平気です。これちょっと温めてで時間を置きます。はい、よろしくお願いします。染まってますよしっかり。よかった。その時によって色違う染め粉使うんであっちゃこっちゃだんだんがついてたんですよね。いやそうなんで今日はまず1色にして、なるんだちゃんと。なります。で明るくしていくんであればやっぱ根元の薬をどんどん1個ずつ明るくしていく、一気に明るくすると全然もうあとまたムラムラになっちゃうんで、これトリートメントですね。アクア CMC ですね。オイトリートメントすることによって結構でももう確かにノットのシャンプー使っていただいてるだけあって髪の質そう良くなってると思うんでさらに良くなると思います。この髪色ってやっぱり人によって似合う似合わないってあると思うんですよね。基準っていうかどういうところで色って決めるもんなんですか？でもその時のトレンドがあるから僕一概にあなたにはこれが似合いますってカラーコーディネーター的なことってあんまり言わないんですけど、基本はでも瞳の色で出しますよね。なるほどね。そう瞳の色が茶色ければちょっと明るい方がいいし、黒ければ黒めの方が似合ったりするしとは思うけど、でも今女性メイクとかでも結構顔のね変えられたりとかするじゃないですか。眉毛の色明るくしたりとか、そういうのもできるから、もうそこにこだわんないで自分の肌色に似合わせるのは、例えばピンク系レッド系にするのか、グリーン系ブルー系アッシュ系にするのかっていうのはねいろいろあるんですけど、基本的には明るさとかはもうトレンドに合わせたり服の感じに合わせちゃった方がやっぱ楽しめます。
なるほどね。じゃあ私が例えば、まあ今この黒染めをね、してなくって普通の髪の毛、だったとした場合に何色を勧めますか、私に。だったらでもあんまり赤くない方がいいと思いますよ。やっぱりそうですよね。赤みはちょっと削りたい。なんで今日グリーン入れてます。赤の反対色。だからさっき聞いててグリーンなのって思ってたんですけど、もちろん緑色にはならないんですけど、やっぱりグレー、白髪染め成分は少ないんですよ。今回 2GB っていうグレーの濃いやつでやってるんで、それでも透明感出したい。結構暗めにはするんだけど、透明感出したいからグリーン。あとその一般的に言うファッションカラーと黒染め、白髪染めっていうんですか、の違いって何なんですか？ファッションカラーは基本髪の毛、要はカラー剤ってメラニンを壊す成分、俗にブリーチですよね。みんなが言ってるブリーチってブリーチパウダーを使ったもう根こそぎ取っていく感じなんですけど、まあ漂白作用、要はメラニンを壊すっていうのでブリーチ成分っていうのが入ってます、普通のカラー剤。プラス色味です。例えばブルー系であればブルー、要はブリーチ成分とブルー、これだけなのがファッションカラーです。これをじゃあ普通に白髪混じってる人にやるとどうなるかっていうと、白いところはブリーチ成分効かないじゃないですか。メラニンないからね。ブルーだけ入ってブルーになるんです。普通のところは黒髪がブラウンになってブルーが入ってブルー系のブラウンになる。白いところはブルーが入るだけだ。なるほどね。そうなんです。で白髪染めっていうのはこのブリーチ成分にプラスブラウンとブルーが入ってる。そうなんで白髪のところはブリーチ成分効かないけど、ブラウンが入ってブルーも入るからブルーブラウンという形になる。で普通のところも抜けてブラウンが入ってブルーが入る。でじゃあ何がダメかっていうと、普通のところって余計にブラウン入ってくるからくすむんです、白髪染めだから透明感がちょっとない。普通のカラーと比べるとちょっと濁ってるよねっていう。プラス普通のところにもできる限りきれいにしようと思うから、その漂白成分ブリーチ成分をちょっと高めに設定してるんです。色味が濃いからちょっと明るく結構してから入れる。そうすると白髪と馴染むじゃないですか。白髪は白だから、だからパワーが強いからダメージにつながりやすい。やっぱりちゃんとそれなりの理由があって、理屈もあってできてるんですよね。なんで僕はよく使うのがハイブリッドで、要はもう本当ブラウンというよりはグレーを薄めて入れていくことによって白髪も染まってダメージも少ないっていうメリットそんな感じで。不思議科学の不思議ですよね、これってね。面白いですよね。そうですよね。これでもう少々お待ちください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっとミストつけてからカットしましょうね。さあ10年間セルフカット。真後ろがどんな状態なのか。いや、思ったよりいい感じです。そうですか。はい、上手です。よし。でも多いと思いますよ、結構セルフカット。セルフカットしてる人、でも多いと思います、本当に。そうなんですよ。セルフカットの YouTube 動画とかありますもんね。今すっごく多いです。そう。さあ、じゃあ綺麗にいきましょう。はい。じゃあちょっと見てください。こんな感じですね。セルフカットしてる人に意外にありがちなこのアウトラインの崩れ、これはしょうがないと思うんで、これは綺麗にします。で、結構な前上がりになってます。で、前上がりはこのままキープしたいんだけど、ちょっと後ろ長すぎるんで、後ろ切って横は綺麗に。っていうのと、やっぱりあとここですね。毛先。ダメージと度重なるセルフカラーによって、もうタンパク質流出が起きてるから、ちょっともうこの時点で乾燥してるんで、しっかりとここら辺も切り揃えて、綺麗にしていきたいかなと思います。左右ずれとかももちろん直します。大人女性を綺麗に見せるレイヤーカット。いきましょう。こんな感じですかね。じゃあ一回後ろのレイヤーがどんな感じか。はい、こうしてとりあえず答え合わせはしないですとりあえず多分上手なんではい、ここですね。はい、ここ下がワンレングスになってる。これはもうしょうがないですね。ワンレングスになってて、ここ上に行くに従って短くなってる。まあ綺麗にレイヤーが切れてます。はい、さすがです。でももっと良くしますよ。はい、ちょっと下向いてください。じゃあまずアウトラインからいきますね。もうやっぱりボリューム感出していきたいんで全部ブラントでいきます。で、今日は後ろぐらい切りましょう。で、こっからしっかりと前上がり。前に上げてきます。緩やかな前上がり最近多かったけど、ちゃんと前に上げます。前に上げることによって綺麗なレイヤーっていうのを入れていこうかなと思います。顔周りに行くに従って短くなる。こんぐらいですね。ちゃんと前に上がっていく。で、三つ襟を処理しとる。こんな感じ。ここの三つ襟に沿わせるようにコーミングして、この出てきてるこれですね。これを切ります。はい、逆サイド。まずもうセンターから前に上げていく。こうしてきれいに上げていきます。上げたら三つ襟を
この出てきた部分を取ることによって全てが内巻きに入る前上がりになります。はい、左右差を引いて大丈夫そうですね。よいしょ。はい、そしたら下はセイムレイヤーでいきますね。さっき、セルフで切ってて下にワンレングスが残ってる状態。それでもいいんですけど、やっぱり嫌だね、嫌ですよね。全体的にレイヤー入れていきましょう。お願いします。はい、はい、ここです。アウトライン。ここアウトライン見えてるかな。ここのアウトラインを見極めて、そこからセイムレイヤー。ここからハイレイヤー入れない方がいいです。もうちょい短ければハイレイヤーでもいいんですけど、ここはセイムレイヤーでいきます。そうすることによってレイヤーが入ります。はい、行きましょう。で、またアウトラインの見極め。で、はい、中段。センター以外はガイドがあるんで楽だと思います。こうして見極めて、ガイド通りにセイムレイヤーを切っていく。よいしょ。ハの字スライスですね。ここのアウトライン。ここからここをきれいに取ってあげて、はい。アウトライン、中段、上段っていう形で、スライスの引き出す位置をちゃんとこの扇形になるようにしてください。はい、アウトライン見極めて、はい、中段、はい、上段、扇形を意識して、そうすると透かないでも毛先に動きのあるレイヤースタイルっていうのができるんですね。基本は透かないで形をつけられるのがベストです。はい、次行きます。アウトラインをしっかり見極める。中段。はい、上段。はい、こういう形のレイヤースタイル。はい、次行きます。上段を2個に割って、上はすごいちょっとでいいです。はい、同じく引き出して、で、トップは独立レイヤー入れるんで、このままセイムレイヤーを続ける形でいきます。なんで、下目のミドルレイヤーぐらいですかね。ローレイヤーよりはちゃんと入ってるって感じ。で、そこに独立のハイレイヤーが入る。今日はそんなカットをいきます。それが一番ブローしてても決まるし、やっぱりボリューム感が減ったって思ってる女性にとっては最高のカットになるかなと思います。上に。で、さっきカウンセリングの時あったけど、その年齢によってショートっていう考えは僕はなくて、ちゃんと髪質をきれいにキープしてあげて、綺麗なカットができてれば、ロングもかっこいいと思います。ロングワンレンをなんかお尻まであるとか、そういう話になってくると、ちょっと違いますよね。それはなんか、そう。できなくはないですよね。髪の毛はめちゃめちゃちゃんとして、ストレートアイロンとかで綺麗に整えてあげるとか、ありだけど、なかなかね、それにかなう人が必要です。美容師さんが一番、もしかしたら、その年齢によって髪の毛の長さ、短さって思ってらっしゃるのが、年取ってるからそう思うのかなって思うのかもしれないんですけど、逆に、今ワンピースじゃないですか。その時の髪型もあり、で年取ってくると多分こんな格好しないよなっていうような格好でも結構今の女性ってするんですよね。そうですね。こういうジーパンとパーカー、両方をできるような髪型にしないとっていうことなんですよ、結局ね。そこですよね。それが一番叶うのがやっぱこういうレイヤースタイルだったと僕は思うんで、そうやっぱ毛先の動き、表面の膨らみっていうのは大事になってきますよね。はい、じゃあこんな感じで前に倒します。レイヤーもう横前上がりかなり強く入ってるんで、しっかり前に倒しながらレイヤー入れます。もうすでにここら辺は入ってるところがあるんで、ここですね。ちょっとここ見てもらって、こういう感じで全て前に収まるレイヤーっていうのが入っていきます。はい、サイド上段下段で取ってこうアウトライン見極めて、アウトラインここですね。そこから後ろのガイドに通りにレイヤーを入れます。こうして、はい、そしたらトップと合わせて、はい、ここら辺は切るとこなさそうですね。はい、顔周り0度で倒して、はい、これで全体的なセイムレイヤーが出来上がったんで、ここから顔周りにさらに強いレイヤーを入れていこうかなと思います。で、この顔周り、リップラインで設定しようと思ったら、もうリップラインで設定されてるご自身で切ったレイヤーがあるんで、これをきれいにしていきます。はい、モヒカンガイド太めに取ります。前僕ハイレイヤーの動画でちょっと言ったかもしれないんですけど、独立したサイドレイヤーを入れます。これですね。これ切りましょう。これはもう自分で設定してください。ちょうどいい位置。ここですね。膨らんでちょうど毛先がボンのくぼに落ちる位置。はい。そしたらサイドの毛を集めて真ん中に持ってくる。一緒ですね。集めて、この。
そうすると綺麗なレイヤーっていうのができます。できましたね。いい感じ。そしたら ELT01 で髪質改善ミスト全体につけます。ちょっとダメージ気になるんで02ですね。02つけます。よくなじませて、で手に余ったところにリンクオイルを少量、少量でいいです。つけてブローします。乾かし終わりました。黒髪だからちょっと動画に映るかな、レイヤーの具合は。映ってる？ちょっと弱めか。でも後でスタイリングすれば映るんで、これを綺麗にレイヤー綺麗にしていきましょう。チョップカットいきます。全体的にブラントで切ったところをチョップカットいきましょう。はい、同じですね。ブラントで切った順番で毛先をぼかす。正直やらなくてもいいです。ボリュームを出していきたいんでやらないパターンもありです。ただちょっと毛先のダメージも気になるんで少しだけやっていきますね。で一番大事なのは今日レイヤーをしっかり入れたこのセームレイヤーに入れたところですね。ここのところは少し取っておきます。ここブラントだとレイヤーのつながりすごい悪いんで、特にこの中段のところですね。よいしょと取って、そうすると滑らかなレイヤーになってきます。そしたらさっき入れたこの独立のレイヤーとこの上段のレイヤー、ここをチョップでつなぎます。そうすると綺麗なラインになるんで、これ放射線状にいきますね。斜めに持ち上げてつないでいく感じですね。切りすぎちゃダメですよ。これ大体切りすぎて失敗する人いるんで、角を取るっていうのは本当に角の頂点を取るだけで、角を取るっつってそのままがっつりレイヤー入れちゃう人たまにいるんで、こんぐらい。そうすることによってレイヤーの綺麗なこの流れですねが出せます。はい、いきましょう。トップも横に引っ張ってチョップで、顔周りも前に引っ張ってブラントのところだけを取ります。レイヤーになりましたね。嬉しい。ちょっと自分で切ったレイヤーとは一味違う。やっぱり違いますね。これはもう当たり前。いや、いい勉強になります。あ、本当。いや、後ろが見たい。後ろ見たいですよね。ちょっとお待ちください。我慢。そうなんですよね。このレイヤーの動きっていうのがやっぱり一番かっこいいから、三つ襟の処理もしてあげて、前髪ほんのちょっと切りましょうか。はい。流れる方向と逆に切ります。で、基本は長めの方が上に今日はいらっしゃった時みたいに上げたりすると思うんで、そんなに短くしないでセニングでラインを作っていくイメージですね。よし。なるほど。ごめんなさい。もうセルフカットの勉強にもなりますからね。もうすごい勉強です。なるほど。そう。パッツンしてましたもん。パッツンですよ。パッツンでもいいんですけど、やっぱりちょっとだけ逆方向に引っ張ってあげるとすごい流れやすくなるんで、よし。いい感じですね。素晴らしい。素晴らしい。いただきました。じゃあちょっと仕上げをしながら最終チェックします。これだよ。これだよこれ。心の声出ちゃいました。いやめっちゃ出てましたね。出てましたか。ちょっと GLT カラーなんでツヤをまず出すためにアイロンしますね。でこうするとちょっと微妙にうねりがあるじゃないですか。それを少しカバーすること、ギブスをするようなイメージですね。がすることができるんでちょっとやりますね。その後に全体巻いていきましょう。だから今回はサクッとめで根元中間ぐらいまではしっかり熱入れしてあげて、毛先はカールアイロンの方で熱入れしようと思ってます。ツヤ感があるだけで全然ね変わってくるから。この髪質改善って今あるじゃないですか。それをするしないの判定は。するしないの判定。僕はほぼ全員にします。あ、そうなんですね。髪質改善もすごいいっぱい種類があって、僕がやってるこの GLT による髪質改善って比較的元の髪を壊さないんです。結構元の髪を壊してっていう言い方あれですけど、配列を入れ替えるぐらいまでやる髪質改善だと、結局なんか失敗する可能性があるんですけど、 GLT に関しては失敗がほぼないんですよ。だからほぼやります。でツヤなんだかんだツヤ感じゃないですか。僕がねシャンプーに求めてるのも実はそこなんですけど、ツヤ感っていうのを出すためにはもう酸の力、グリオキシル酸の力っていうのはものすごいいいから、やっぱ本当新しい薬剤なんでね、
ね。あ、なるほどね。できる限りやっていただいて、結局それをホームケアのシャンプートリートメントだったり、ミストだったりで長続きさせてくださいっていう、そういう方法が多いですかね。これで次また白髪、出てくるじゃないですか。その時に私はどうすればいいんでしょう。もしご自身で黒染めとかするんだったら、1個明るいやつを選んであげるといいですね。なんか1回やったらすごく赤いなんか変な色に抜けてきちゃうっていうんですか。なんか逆にもっと年寄り臭く見えちゃったんですよ。なるほどね。色味が赤系が入ってたんじゃないですかね。それはダメ。やっぱね、マットとか、グリーンとかって書いてあるやつの方がおすすめですね。なかなかわかんない。その色がね、5番とか6番で出てきてる。美容院で使ってる番号と違うんですよね。しかも市販のからね。知らない？そうなんだよ。1が一番明るかったりする。逆。いや、それもメーカーによって結構そうですよね。1が一番明るいですよね。そうです。だから私は一番黒いから7番。7が黒いですね。美容院って逆なんですよ。そうなんですか。1っていうのはほとんどないんだけど、だいたい2か3が真っ黒。へー。で、今日は一応5番ぐらいになるように、アルテマリトーンのクリア20に1対1っていうのを使ったんだけど、基本的には15ぐらいが金髪です。一応日本ヘアカラー協会っていうのがあって、そこが決めてるやつなんですよね。そうなんだ。知らなかった。大体だから私は番号が普通市販6番ぐらいまでしか置いてないところが多いんですよ。そうすると、私がやると結構赤くそこだけ抜けてきちゃってババ臭いみたいな。で7番8番まで大体金番はあるんですけど、ほぼほぼこんな真っ黒に染める人今いないんですよね、多分。だから置いてないんで、下手するとメンズの黒染めっていうのはあるんですよ。なるほど。そっちに手を伸ばす感じじゃないと黒ってないんですよ、なかなかね。そっかそっか。それであとはもう本当に明るくなってくると、ブランドによって色味が全然ね、この、色でこんな色こんな色っては出てますけど、実際絶対同じ色なんかには出ないじゃないですか。あれだってナイロンですからね。薬局に置いてあるこのドーナツみたいなひねってあるやつ。結局ね、分かんないんで、自分に合う色っていうか、いつかは黒から徐々に色を変えていかなくちゃいけないっていう時に。なんでもし7番使ってらっしゃるんであれば、6番をまず半年3ヶ月ぐらい試してもらって、でなんとなくいい感じになってきたなと思ったら次5番にしてみるとか、そういうのを美容院だったらそれやるんですよ。今回例えば5で染めました、じゃあ次 5.5 にしましょう、6にしましょう、で7ぐらいまでいったら全体ブラウンになってきましたねっていう形で、徐々に真っ黒で嫌だっていうお客様は、そういう方法をおすすめするんですね。なるほどね。それかブリーチして抜くかっていう方法もあるんですけど、そこまでする必要ってあんまなくて、美容師さんに言いたいのは、そういうカウンセリング方法もありだよっていう、なんか結構先ほどおっしゃってましたけど、断るんですよね。そうなんですよ。無理です無理です、明るくなりませんみたいな。それってなんかお客さんの要望を一気にフルシカとしてるじゃないけど、そうなんですよ。もうじゃあ私はどうすればいいのみたいなね。黒しか選ばないでくださいっていうようなカウンセリングだとどうしてもなんかね、お客さんの心って離れちゃうかなと思うんで、ここをねちゃんと方法は絶対あるんで、だから自分がやりたいことと似合うことって決してイコールじゃないじゃないですか。そこら辺の判定ってやっぱり自分じゃできないんで、美容師さんにやっていただくしかないなとは思うんですよね。プロの美容師にねやってほしいなっていう、そういう思いでわざわざ美容院ってでなきゃね、こんぐらいカットがうまかったらいかないですもんね。そりゃそうだ。そりゃそうだ。今日内巻きワンカールにしました。ちょっとカットみたいんで、本当だったらリバースカールとかミックスカールとかお似合いかなと思ったんですけど、まずはワンカール。ただこれだったらご自身でも結構できるかなと思います。ちょっと取りますね。少し動きを出してちょっとスプレーを振りつつスタイリングしましょう。ちょこっとだけオイルつけます。アロディアデンスオイルってやつです。多分まだ見たことのない。落ちちゃう。落ちちゃう。なかなかツヤ感を出したり、毛先におしゃれなウェット感と質感を出してくれるんで、すごい。ごめんなさい。いい感じじゃないですか。すごい。カツラ？カツラじゃない。かぶせた。こんなに変わるん。ちょっと待って、またやらせ臭くなりますね。
うわ、こいいですねまだなんとかなるんだ。なります全然。うわ、涙出た。嘘、ありがとうございます。本当にびっくりこいた。いい感じですよね。いや、目指すところにたどり着いちゃった感じです。たね。いい感じ。ちょっと前髪のボリュームも出しつつ、よいしょ。イヤー感とこの動きですね。ここら辺取ってほしいかな。よし。さあ、早く見たい。見たい。こういう感じです。うわ。あ、レイヤー感。ちょっと一回後ろにしますね。はいはい。こうすると、こうです。ハイレイヤーからのワンカール。ここ一番この上段から下段までって、もうババババって全部にレイヤーが入ってる。ただレイヤーの幅がここは結構しっかり強く、ハイレイヤーの部分が強く、で下はローレイヤーというかミドルレイヤーですね、セミレイヤーなんでちょっとレイヤーが優しいというか、でこの要はトップのこの後頭部、一番最初に言ってたその薄っぺらくなってしまうっていうのを防ぐために、ちゃんと後頭部にこう動きとボリューム感が出るようにして、でここはあんまスカスカにならないように、厚みのあるレイヤー。嬉しい。ありがとうございます。よろしいでしょうか。もう100点満点。うわ、いい感じじゃないですか。いや、どうしよう。いや、これですよ。これ本当にこれ。おお、よかったです。これがまた自分じゃこれ自分で切れないですよ。カールって下はワンカールですか？半巻きぐらい？もう中間から滑らせて毛先くるっと巻いたら終わり。終わり。はい。簡単です。で、それやる前にいわゆるスプレーね。ですよね。僕が監修したスプレーなんですけど。もうやだ、ほんとに。どうする？いや、そう、レベル3から出てるトリエ MM スプレー。やっぱりそれって普通には市販してない？ロフトとか売ってるよね。ロフトハンズあたりそういうところですね。ホームセンターじゃ売ってないですよね。ホームセンターはわかんないですね。でも1600円なんで普通のスプレーってそんな値段変わるんです。もっと大きいって普通500円ですから。すいません。まあでも物はいいんで。でも結構これ今例えば雨とかなんかでも、雨降ってたらハードスプレーを最後に1周ぐらいしてもいいかもしれない。なるほどね。あれって直接吹くんじゃなくて、やっぱりなんかここら辺にプワってやって自分がそこ歩いてた方がいいんですか？それ香水のつけ方です。いや、遠巻きにこうやってつければいい。あれシュッてやって歩くのそれ香水ですよね。いや、難しくてわかんないんですよ。本当にそういうことが。できる限り遠ざけるといいです。ですよね。こう風車がこううまくいかないと、一箇所に行くとこう風吹くとね、そう下敷きがめくるみたいなあれになるんでね。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。完璧なレイヤースタイル。もう本当にありがとうございます。嬉しい。いやもう本当にどうしようっていう。どうしよう。はい。また10年間美容院行かなくて済むかな。ぐらい素晴らしい。よかったです。はい、ありがとうございます。そんな感じで今日は大人レイヤーですね。セミレイヤーからのハイレイヤーの独立レイヤーですね。サイドレイヤーにつながるっていうやつをやりました。では、いい感じになった。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ツヤも出てバッチリだと思います。はい、バッチリです。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。以上です。はい、ありがとうございます。段差綺麗です。分かった。前どうしても後ろの長さと前の長さでつなげなくちゃいけないっていうんですごく無理にやってたのを今日拝見して、あ、こことここがなんかバランスが違ってもここだけ引っ張って角取りゃいいんだと。スキル上がってるじゃないですか。すごいスキル上がったよかった。勉強になった。ちょっと生かしてください。あとはだから自分で、次半年後ぐらいかな、カット。そうですね。いい感じになってるんで。しかも僕切ると長持ち。違うんですか、カットも？カットがちゃんとされてると本当に切らなくてもいい。そうなんですか。楽しみにしてます。はい、ぜひぜひ。はい。で、これはこのカラー剤っていうのはもう別に、まあ今日はちょっともったいないからシャンプーしませんけど。今日はしない方がいいです。ですよね。でも明日から普通に大丈夫。普通のこのいいシャンプーを使って、でオイル使って、スプレーが先か。スプレー巻く前にスプレーしてあげる。じゃなくてなんだっけ？ミストですね。はいはい。ミストをやってからオイル。オイルですね。はい。やってあげてです。お疲れ様でした。ありがとうございました。次からポチポチ頑張ります。もしもしやっとすみません。取れるように頑張ります。ありがとうございます。それとやっぱりショートにするね、なんかできたらもうとにかく LINE で予約取れるように。ショートにするいずれ。
いずれ行きますか。いずれは行きます。いいと思います。憧れはあるんですよ。似合いそうですけどね。でも切ってからあーっていうのがねできないんで、まだ心の準備がはい準備ができたらすぐ行ってもまあ半年以上かかるのかな多分。はい、ありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございます。はい、どうも失礼します。ありがとうございます。どうした。お疲れ様でした。今日はマキマキしてるんですか。今日はマキマキしてる。やらせー。はい、今日2本撮り目です。ちょっと変えるために着替えてというか上を羽織って巻いてみました。はい、次もまた変わります。次3本目。はい。やらせ。はい、頑張ります。またねー。